こんにちは。今回はお引っ越しと IKEA でお買い物をする様子をお届けします。リビング用に買い足した小物もご紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。皆さんこんにちは。コージアスタイルのムートンです。今日は引っ越しが完了した日。運んでいただいた荷物をどんどん出していきます。今晩の寝床の準備も忘れずに。できました。続いてキッチンで食器を取り出していきます。あまり荷物は多くなかったので、引っ越し当日に6割くらい片付けが終わりました。引っ越しの次の連休。片付けも終わり、少しずつ生活できるようになってきました。まだ部屋が少し寂しいので、IKEA へ家具や小物を買いに行きましょう。IKEA に行くのは久しぶりで、とても楽しみ。到着です。駐車場を登っていきます。IKEA は開店後、どんどん混雑してくるので、開店時間を目指していくのがおすすめです。さあ、入りましょう。エスカレーターを降りていきます。まずは密かに楽しみにしていた IKEA の朝食をいただきましょう。開店後1時間の間いただけるモーニングプレートを食べてみます。IKEA のレストランは食堂みたいにセルフでお料理を取っていくスタイル。モーニングプレート以外にも季節限定のデザートやウインナーなどのホットスナック、パンもいただくことができます。ソフトドリンクも種類豊富。洋梨のスパークリングジュースをいただきます。モーニングプレートを中心にいくつかお料理を取ってきました。いただきます。こちらはローストビーフ。お肉は程よく歯ごたえがあり、ガーリックソースの香りが口の中いっぱいに広がります。マッシュポテトも一口。クリーミーでバターの香りが濃厚です。クロワッサンはまだ温かくて、外はパリパリ、中ふわふわ。バターの香りが豊かで食べ応え抜群です。お次はイースター限定のパンとベジタブルメダリオン。ベジタブルメダリオンはじゃがいもとブロッコリー、玉ねぎを中心にできています。塩味が強すぎず野菜の優しい味がします。ひよこパンは見た目が可愛くてつい買ってしまいました。黄色い見た目ですが味はとても素朴でどの料理にも合いそうなシンプルなパンです。食後はドリンクバーのカプチーノをいただきます。IKEA の朝食はモーニングプレートだけでも満足度が高いですが、ドリンクバーや追加のお料理でさらに満たされます。ごちそうさまでした。それではお腹もいっぱいになったので買い物をしましょう。買い物かごとして黄色いバッグを利用します。IKEA はショールームが魅力的で、インテリアの想像が膨らんでワクワクしちゃいます。お目当てのクッションエリアにやってきました。カラフルで模様や素材も種類豊富。クッションカバーは事前に色を決めていて、黄色と濃い茶色を選ぼうと思います。光沢がありつつも柔らかい素材のこちらに決定。クッションの中身はもともとフェザーを選ぼうと思っていたのですが、中身が綿の方が柔らかくて触り心地が良かったので、インネルというものを選びました。あとは私の部屋の絨毯と照明を選んでいきます。お手頃な価格で種類豊富でIKEAは楽しいです。商品を選び終わったので、
お会計に向かいましょう。たくさんいいものが見つかってホクホク。帰って開封するのが楽しみです。お家に戻ってきました。IKEA 以外でも棚や小物を買い揃えて、これがこんな感じになるので、一つ一つ紹介していきますね。まずはどことなく寂しかったソファーを彩るクッションを開封します。中が切れないよう注意深く切って開けていきます。クッションがパンパン。3つ開封完了。圧縮して入れられていたので、どことなくまだ小さいですが、ここから膨らむことを期待しましょう。クッションカバーはサネーラの黄色と焦げ茶色です。部屋の差し色を黄色やゴールドにしたくて、クッションカバーもそれを意識しました。寂しかったソファースペースが彩られました。続いてソファーの後ろには IKEA で買ったリーモーネのフロアランプ。後ろの壁がどことなく寂しかったので照明で照らして雰囲気を出します。3つの電球は別売りでソウルヘッダです。ライトの底を押すとつけたり消したりできます。壁の凹凸がよく見えていいですね。ソファーの横には牢屋で購入した棚を配置。上に小物を置きました。このランプは IKEA で購入したソルクリント。真鍮のスタンドと薄いグレーのガラスが綺麗で一目惚れでした。中の電球はトロードフリ。リモコンでオンオフできます。真ん中にはキャンドル2つとぬいぐるみ。このキャンドルはソートロンの45時間用です。このシリーズは期間限定で現代アーティスト高橋弘子と IKEA のコラボで生まれたものだそうです。幾何学っぽい模様が綺麗ですね。このアルパカのぬいぐるみは前の家から持ってきたもの。ドイツの軽繊製でふわふわの毛並みと可愛いお目目がお気に入り。さらに横にはキャンドルスタンドとキャンドル。このガラスの器はインドスティラというキャンドルホルダーです。キャンドルを入れても綺麗ですが、花瓶として使ってもいいかなと思って購入しました。これはペルルバンドというティーライトホルダーで金色の差し色用に購入。赤いキャンドルは程よく甘いベリーの香り。左の奥に観葉植物を置いたり、棚の上にもお花を飾りたいと思っていますが、今回はここまで。好きなものが集まった素敵な空間になりました。間接照明が壁を照らし、雰囲気も出てきてお気に入りです。夜にリビングで過ごすのが楽しみ。いかがでしたか？コージアスタイルでは心地よいコージーな時間をお届けします。ぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、良い一日を。